こんにちは。今回は HGG クワクスの下半身を筆塗りで塗装をしていきたいと思います。まずは側部の塗装を行います。ここの塗装に使用したのは水性ホビーカラーの黒鉄色です。この色を足の後ろ側を避けて丁寧に塗りつぶしていきます。続いてオレンジの塗料を先ほど塗りつぶさなかった部分に塗装していきます。もしもオレンジを塗る部分に黒がついてしまったら黒をシルバーで塗装した上からオレンジを塗ると良いと思います。黒の上にオレンジを塗っても綺麗に発色してくれないので少々手間ですが丁寧に作業していきましょう。続いて足首部分の塗装を行います。まずはパーツの半分を黒鉄色で塗装します。続いて残りの半分をタミヤのメタリックグレーを使用して塗装します。少々分かりづらいですがしっかり色分けをします。さてこの足首のパーツなのですが左右で黒とグレーを塗る位置が異なっています。どちらか片方が上が黒下側がグレー、もう片方のパーツはその逆の色で塗装しましょう。公式の立ち絵でもカラーリングがアシンメトリーになっているので細かい部分まで見逃さずにしっかりと再現して塗装をしていきましょう。黒とグレーを塗装し終わったら色の境目にオレンジのラインを描いていきます。この塗装は線のモールドを目安に塗装をすると良い感じですね。続いて足首の装甲を塗装します。ここの塗装に使用したのはクレオスのモンザレット、ガンダムタイプの赤を塗るのにおなじみの色ですね。この塗装は赤色を4回程度塗り重ねると良い色になってくれると思います。はい、こちらが塗装の終わった側部パーツになります。細かい部分のオレンジまでしっかりと塗装をしているので公式立ち絵と同じ配色で塗装できたのではないでしょうか。続いて脚部の塗装を行います。ここの塗装に使用したのはシタデルカラーベースコラックスホワイトです。この脚部なのですが通常であればパーツの裏側部分を黒色で塗りつぶすのですが今回は白単色で塗りつぶしていきます。パーツの内側に後で取り付ける足首が黒いので内側を黒色にしてしまうと後で取り付けるパーツが見えづらいと思うのですよ。続いて脚部のモールドにタミヤのメタリックグレーを塗装していきます。この塗装は白を塗る前に塗装をしていきましょう。もしもグレーがモールドからはみ出てしまっても後ではみ出た部分を隠蔽力の高い白で塗りつぶしてしまえば OK。グレーの部分塗装が終了したらシタデルカラーベースコラックスホワイトはみ出たグレーを消しつつ塗装していきます。この白の塗装は塗膜の状況が分かりづらいですが色ムラが出ないように丁寧に塗装を繰り返していきます。続いて脚部の細かいパーツを塗装します。この塗装に使用したのはクレオスのスカイブルー。ジークワクスに使用するのには明るすぎる青ですが塗装が終わった後にあまりに合わないと気がついたので後の祭りですね。
のスカイブルーは地味に隠蔽力が高いので、少ない回数の塗装で綺麗に発色してくれると思います。続いて脚部の赤色の塗装を行います。この塗装に使用した色はクレオスのモンザレット。赤色は隠蔽力が比較的に低い塗料ですが、細かい部分であればベタ塗りして一気に塗装を終わらせても良いかもしれません。続いて腰部の塗装を行います。腰部のフレーム部分の塗装にはクレオスの黒鉄色を使用しました。続いて腰部に取り付ける小さいパーツの塗装を行います。小さいパーツなので塗装を忘れがちですが、しっかりと塗装をこなしていきましょう。最後に腰部アーマーの塗装を行います。腰部アーマー外装の塗装に使用した色はクレオスの黒鉄色。これまでのフレーム等に使用してきた色ですね。このパーツは一部にオレンジを塗る箇所があるので、そこを避けて黒色を塗りましょう。黒色を塗り終えたら、オレンジ色の塗料を穂先の細い筆を使用して、なるべくモールドからはみ出さないように塗装します。続いて腰部アーマーのパイプ部分を塗装します。ここの塗装に使用した色はタミヤのメタリックグレイ。公式の立ち絵では腰部アーマーの外装とパイプの色が違って見えたので、しっかり色を分けて塗装してみました。もしかしたら立ち絵の腰回りの色は黒で統一されているかもしれませんが、色が若干違うことで情報量が増えるので間違っていても OK。 最後にパイプの先端にオレンジを塗ったら、ジークワックスの下半身塗装は終わりになります。それでは今回はここまで。次回以降もジークワックスの動画を投稿していく予定なので、チャンネル登録をして更新をお待ちいただけると幸いです。では、さようなら。Are you listening?